この町を鉄の拳で支配していた男が、人生で初めて立ち止まった夜、それは、孤独な公園のベンチに、小さな少女が一人震えていた時だった。富も権力も打ち砕けなかった彼の心を、わずか9歳の瞳と一匹の犬が揺さぶった。その瞬間から、彼の運命も、築き上げた帝国も、音を立てて崩れ始めていく。田中健氏のイタリア製高級革靴が、がらんとした田中邸の大理石の床にコツと虚しい音を響かせていた。42歳にして、彼はこの町の不動産市場を鉄の拳で支配していた。しかし、その広大な邸宅は、彼が失ったものの大きさを際立たせるだけだった。冷たく輝く街の夜景を映し出す床から天井までの大きな窓のそばで足を止め、ケンジはスマートフォンに向かって吐き捨てるように言った。チャリティーディナーはキャンセルだ。代わりに寄付金を倍にすると伝えておけ。電話の向こうで、秘書がどもりながら承諾の言葉を口にした。このような土壇場での変更には慣れていた。ケンジは別れの挨拶もせずに通話を切り、オーダーメイドのスーツのポケットにスマートフォンを滑り込ませた。窓ガラスに映る自分の姿が、彼を見つめ返していた。こめかみに走る、年齢にふさわしい銀色の筋、鋭い顎のライン、そして笑い方を忘れてしまったような瞳。彼の愛犬であるジャーマンシェパードのハチが、そばに寄り添ってきた。ケンジが心を許す唯一の生き物だった。その温かい存在だけが、彼の人生における唯一の友情の証だった。今夜も二人だけだな、ハチ。ケンジの声は、この忠実な相棒に対してのみ、わずかに和らいだ。彼はかがんでハチの耳の後ろをかいてやった。それは、ここ何年も他人が目にしたことのない、稀な愛情表現だった。邸宅は彼らの周りに広がっていた。高級家具や希少な美術品で埋め尽くされた、温かみの全くない広大な空間。壁には家族写真一枚なく、この部屋に子供たちの笑い声が響いたことも一度もなかった。家政婦の鈴木さんが全てを完璧に整頓していたが、この空間のどこにも、誰かが本当に生きていることを示唆するものはなかった。キッチンでは、15年来の家政婦である鈴木さんが、一日の仕事を終えて帰宅の準備をしていた。旦那様、夕食は冷蔵庫にご用意してあります。お召し上がりになる時に温めてください。その声はプロフェッショナルでありながら、雇い主に対する哀れみを隠していた。ケンジは無関心にうなずいたが、カウンターの上に置かれた何かが彼の目に留まった。鈴木さんがうっかりハンドバッグから出しっぱなしにしていた、小さな額縁入りの写真だった。そこには、子供や孫たちに囲まれ、喜びに満ちた表情の鈴木さんが写っていた。これは、あなたの家族ですか？思わず口から質問が滑り出ていた。鈴木さんの表情がパッと明るくなった。はい。先週末の孫の誕生日のものです。これで孫も5人になりましたと彼女は誇らしげに言った。ケンジの表情に何かが変わった。鈴木さんが見逃しそうになるほど、ほんの一瞬の感情の揺らぎ。それは同型だったのか、それとも後悔だったのか。それは、しまっておきなさい。彼の口調はいつもの冷たいものに戻っていた。そして、帰るときは鍵をかけるように。夜が更け、ケンジはハチにリードをつけ、桜ヶ丘公園へと向かった。この夜の散歩は、仕事関係以外で彼が唯一認めている日課だった。公園はこの時間、いつも人影がなく、彼が好む静寂に包まれていた。11月の冷たい風が、彼の高級なウールのコートを突き抜けてきたが、ケンジはほとんど気にしなかった。彼の心はすでに明日の企業買収のことで頭がいっぱいだった。利益を計算し、次の戦略を練る。役員会議室では誰もが彼を恐れ、競争相手は彼の名前を聞くだけで震え上がった。彼は冷酷かつ非妥協的であることで、自らの帝国を築き上げてきたのだ。しかし、遠くに街の明かりがきらめくのを眺めていると、これまで感じたことのない憂鬱が彼を襲った。鈴木さんの家族写真のイメージが、心の奥底に焼き付いて離れない。家に帰れば誰かが待っていてくれる。玄関のドアを開けた時に誰かの目が輝く。そんな人生とは一体どんなものなのだろうか。ケンジは頭を振り、その考えを追い払った。富、権力、独立。
彼が選んだ道だ。人間関係のもつれなど必要ない。誰も必要ない。しかし、蜂が公園の曲がりくねった小道を先に進み、賢治を桜ヶ丘公園の暗がりへと導いていくうちに、運命は、この裕福な男が自分自身と、彼が築き上げた人生について信じていたすべてのことに、挑戦状を叩きつけようとしていた。彼が知る由もなかったが、その寒い夜に彼を待ち受けていたものは、彼が心の周りに慎重に築き上げてきた壁を、粉々に打ち砕くことになるのだった。賢治が蜂の後を追って公園の奥深くへと進んでいくと、いつもの夜の静寂が、奇妙な光景によって破られた。蜂が突然、ピンと耳を立てて体をこわばらせた。その視線は、大きなカシの木の陰に半分隠れた公園のベンチに注がれていた。蜂、待て、賢治は命じたが、彼の忠実な相棒は初めてその命令を無視した。ジャーマンシェパードは、尻尾を振りながら、目的のベンチへと小走りで向かっていく。賢治は暗闇に目を凝らした。そこに何かが、あるいは誰かがうずくまっていた。冷たい空気の中で丸くなり、使い古されたバックパックを枕にしている小さな人影。おい、賢治は鋭く声をかけた。ここはホテルじゃないぞ。その人影は驚いて、素早く体を起こした。遠くの公園のランプの薄明かりの中で、賢治は自分が見ているのが、9歳にも満たないであろう幼い少女であることに気づいた。服はところどころ擦り切れていたが清潔で、顔は土で汚れていたものの、その瞳は恐怖に大きく見開かれていた。ごめんなさい、少女は、明らかな恐怖にもかかわらず、驚くほど落ち着いた声で言った。ご迷惑はおかけしません。賢治は、彼女の丁寧な受け答えに意表をつかれて眉をひそめた。両親はどこだ？もう真夜中だと分かっているのか、少女はバックパックをさらに強く抱きしめた。お母さんは、すぐに戻ってきます。ここで待っているように言われました。蜂はすでにベンチにたどり着き、賢治を驚かせたことに、少女の手に優しく鼻をすり寄せた。少女は一瞬、心からの笑みを浮かべ、疲れた顔が一変した。そして、犬の耳の後ろをかいてやった。蜂は人見知りをするんだが、賢治は、彼女に言うよりもむしろ自分自身に言い聞かせるように言った。犬は大抵、私のことが好きなんです、と彼女は素朴に答えた。この子の名前は、蜂だ。賢治は、気づけば少女に近づき、ますます心配そうな目で彼女を観察していた。11月の寒さの中で、彼女の小さな体は震えていたが、それを隠そうとしていた。ここでどのくらい待っているんだ、少女はためらった。お母さんが出かけてから5日経ちました。すぐに戻るって言ってたんです。5日。賢治の胸の中で、これまで感じたことのない何かがねじれるのを感じた。公園に子供を置き去りにした親に対する怒りだろうか。あるいは、何か別のもの。彼自身にも名付けようのない感情だった。君の名前は、彼の声は、以前よりも柔らかくなっていた。佐藤由里、です。彼女は、まるで暗い公園の真ん中ではなく、ビジネスの会合であったかのように、驚くべき威厳を持って小さな手を差し出した。賢治は一瞬ためらってから、その手を取った。氷のように冷たかった。田中健氏だ。警察を呼ぶんですか、田中さん、由里は、突然警戒心をあらわにした目で、率直に尋ねた。その質問は彼を不意打ちにした。もちろん、警察を呼ぶべきだ。これは明らかな育児放棄か、虐待のケースだ。この子供には、公園で見知らぬ男に会うのではなく、社会福祉サービスが必要だ。しかし、蜂は百合の隣のベンチに腰を下ろし、今や彼女の膝の上に頭を乗せ、まるで旧友であるかのようにくつろいでいた。犬は、まるで避難するかのような表情で賢治を見上げた。最後に食事をしたのはいつだ、賢治は、気づけばそう尋ねていた。昨日の朝です。バックパックに残っていたカロリーメイトを食べました。その言葉が彼女の口から出た瞬間、町中の役員会議室で恐れられている冷酷なビジネスマン、田中健氏の内面で、何かが決定的に変わった。その瞬間、彼の心の周りに慎重に築き上げられた壁に、最初の亀裂が入ったのだ。
検事はスマートフォンを取り出し、画面の上で親指をさまよわせた。責任ある行動は、直ちに当局に連絡することだろう。しかし、百合の諦めに満ちた表情を見ると、なぜかためらわれた。警察を呼ぶ彼はついにそう言って、番号をダイヤルした。お母さんを見つける手助けをしてくれるだろう。百合は静かにうなずき、その小さな肩ががっくりと落ちた。15分も経たないうちに、一台のパトカーが公園の入り口に到着した。松本巡査が、懐中電灯を手に彼らに近づいてきた。こんばんは、田中さん巡査は、彼を一目見ていった。この町で最も裕福な居住者であることの特典、あるいは重荷の一つだった。この子を一人で見つけました、検事はゆりを指さして説明した。母親を待って、5日間もここにいると主張しています。松本巡査は、美の目線までかがみ込んだ。こんばんは。君は、地域センターに通っている佐藤ゆりちゃんだね。ゆりは、顔を覚えられていたことに驚いてうなずいた。彼女を知っているのか、検事は戸惑って尋ねた。時々、南地区の地域センターでボランティアをしているんです、と松本巡査は説明した。ゆりちゃんとお母さんは、時々無料の食事プログラムに参加していました。彼は再びゆりに向き直った。お母さんはどこにいるんだい、お嬢さん。仕事を探しに行くって。ここで待っててって言われました。必ず戻ってくるって約束したんです。ゆりの声は落ち着いていたが、検事は彼女の小さな手が震えているのに気づいた。松本巡査はため息をついた。児童相談所に連絡する必要があります。残念ながら、この時間では、今夜は緊急の児童養護施設に行ってもらうことになります。検事はその施設を想像した。かつて節税対策のために一度寄付したが、訪れたことはなかった。ゆりが見知らぬ人たちの中で一夜を過ごすというイメージは、彼を説明のつかない理由で不快にさせた。それは必要なことなのか、言葉は、考える前に口から出ていた。一晩だけです。彼女は、検事はためらった。自分がこれから何を言おうとしているのか、ほとんど信じられなかった。朝まで、私の家の離れに滞在させてもいい。それから、きちんと整理しましょう。松本巡査もゆりも、驚いたように彼を見た。それは、田中さんにしては異例の寛大さですね、松本巡査は慎重に言った。しかし、手続きというものが。承知していると検事は遮った。しかし、もう真夜中だ。巡査、あなたは私のことをご存知でしょう。この町での私の評判も。彼女の母親を見つける間、たった一晩のことだ。問題はないはずだ。長い話し合いと数回の電話の後、松本巡査はしぶしぶ同意し、検事の連絡先を控え、明日の朝一番に戻ることを約束した。公園の出口に向かって歩いていると、ゆりが疲労からか少しよろめいた。考える間もなく、検事は手を差し伸べた。一瞬ためらった後、ゆりはその手を取った。彼女の小さな指が、驚くほど力強く彼の手を握りしめた。検事は、誰かの手を握ったのがいつ以来か思い出せなかった。その単純な人のぬくもりが、予期せぬ温かさとなって彼に伝わった。ありがとうございます。彼の車に着くと、ゆりは静かに言った。蜂が、私が一緒に行くのを喜んでいるみたいです。確かに、ジャーマンシェパードは、何か個人的な勝利でも収めたかのように、珍しく興奮して彼らの周りを跳ね回っていた。今夜だけだ。検事は、彼女に言うのと同じくらい、自分自身に言い聞かせるように明確にした。お母さんが見つかるまでだ。ゆりは神妙にうなずいた。わかっています。検事が彼女を高級車に乗せるのを手伝っていると、窓に自分の姿が映った。そこに映っていたのは、見慣れない、不確かで、心配そうな、そして全く自分の手に負えない状況に陥っている男の顔だった。自分は一体、何に足を踏み入れてしまったのだろうか。田中邸の壮大さは、重々しい玄関のドアをくぐったゆりを、さらに小さく見せた。彼女は目を丸くして、大理石の玄関ホールと広大な吹き抜けの階段を見渡した。鈴木さん。検事は声をかけたが、家政婦がすでに帰宅してしまったことに気づいたのは手遅れだった。
彼はめったに客を、ましてや子供を連れて帰宅することなどなかった。もうお帰りになったんですね、ゆりは鋭く尋ねた。大丈夫です。私はソファで眠れますから。ケンジは気まずそうに咳払いをした。いや、その必要はない。客室はたくさんある。彼は彼女を2階へと案内した。蜂がすぐ後ろをついてくる。最も小さい客室を選んだが、それでも一般的な家の主寝室よりは広かった。ケンジは明かりをつけた。ここで大丈夫だろうか、彼は尋ねたが、その部屋がいかに非人間的であるかに突然気づかされた。キングサイズのベッドにデザイナー家具。高価ではあるが、殺風景で居心地の悪い空間だった。ゆりは使い古したバックパックを抱きしめてうなずいた。とても素敵です。ありがとうございます、田中さん。ケンジでいい。彼は無意識に訂正してから、なぜそんなことをしたのか不思議に思った。長年の従業員にさえ、そのような親しさを許したことはなかった。お腹が空いているだろう。彼は、彼女が昨日から何も食べていないと言っていたことを思い出した。キッチンで、ケンジは冷蔵庫の中を呆然と見つめた。鈴木さんが彼の夕食を用意してくれていたが、子供に適したものは何もなかった。彼はぎこちなく冷凍のチャーハンを温め、巨大なダイニングテーブルに座るゆりの前に置いた。巨大な家の巨大なテーブルに座る彼女は、まるでお人形のようだった。ありがとうございます、ケンジさん。彼女は礼儀正しく言い、一口一口を味わうかのように、注意深く小さな口で食べた。沈黙が重苦しかった。ケンジは子供とどう話せばいいのか全くわからなかった。それで、学校では何年生なんだ、彼は試みた。4年生か。学校に行けるときは、です。ゆりは食事の合間に答えた。算数が一番好きです。算数、とケンジは繰り返した。自分自身の子供時代も数字が好きだったことを思い出した。それはいい。実用的だ。再び沈黙が落ちた。一人で住むには、とても大きなお家ですね、とゆりが言った。ケンジは居心地悪そうにみじろぎした。私は広い空間が好きなんだ。寂しくないんですか？その率直な質問は、彼を不意打ちにした。蜂がいると彼は森に入るように答えた。ゆりは思慮深げにうなずいた。蜂はいい子です。でも、犬は話しかけても返事をしてくれません。夕食後、ケンジは彼女をバスルームに案内し、引き出しから新しい歯ブラシを見つけ、シャワーの温度調節の仕方をぎこちなく説明した。彼は廊下で待ち、彼女が助けを必要としないか耳を澄ませていた。全く慣れない状況に、完全に途方に暮れていた。ゆりが同じ服のまま、しかし顔を洗い、濡れた髪で出てきたとき、彼女は予期せず彼の腰に腕を回した。助けてくれて、ありがとうございます。彼女の声は、彼のスーツにマフルドされてくぐもって聞こえた。ケンジは凍りついた。彼の腕は宙に浮いたままだった。誰かに抱きしめられたのが、いつ以来か思い出せなかった。ゆっくりと、ぎこちなく、彼は彼女の肩を叩いた。どういたしまして。彼は何とか言った。ゆっくり休むんだ。明日はすべてを整理しよう。その後、ケンジが書斎でスコッチを一杯飲んでいると、ゆりのバックパックから小さなノートが落ちているのに気づいた。それを拾い上げると、中には物語や絵で埋め尽くされたページがあった。その中に、ゆりと同じ繊細な顔立ちをした女性の、色あせた写真が挟まれていた。その女性の瞳に、なぜか心をかき乱されるような既視感を覚えたが、彼はその考えを振り払い、日記をゆりのバックパックに戻した。自分の寝室へ向かう途中、彼女の部屋の前を通りかかると、くぐもった泣き声が聞こえてきた。ケンジは足を止め、ノックしようと手を挙げたが、自分自身の感情的な不器用さに麻痺して、その手を下ろした。代わりに、彼は彼女のドアの外の壁に寄りかかって滑り落ち、高価なスーツのまま床に座り込み、その小さな少女が泣き疲れて眠りに落ちるまで、無力に耳を傾けていた。朝の光が田中邸の窓から差し込み、キッチンアイランドでスマートフォンを手に、髪も溶かさずに座っているケンジを照らし出した。彼のビジネス仲間が決して目にすることのないであろう姿だった。彼はほとんど眠れなかった。
上の階で眠る小さな少女と、写真の女性の忘れがたい既視感のことで、頭がいっぱいだった。旦那様、鈴木さんが部屋に入ってきて、彼を見て驚いて立ち止まった。お早いお目覚めで。検事は背筋を伸ばして答えた。鈴木さん、客人がいる。子供だ。一時的な状況だ。彼が説明し終える前に、百合が戸口に現れた。蜂が彼女のそばにいて、まるで彼女の専属の護衛にでもなったかのようだった。普段は検事以外にはそっけないジャーマンシェパードが、どうやら一夜にして主な忠誠の対象を変えたらしかった。おはようございます。百合は礼儀正しく言った。鈴木さんの眉が上がったが、彼女のプロフェッショナルな態度はすぐに戻った。おはようございます、お嬢さん。朝食はいかがですか？百合が鈴木さんが手早く作ったホットケーキを食べている間、検事は2本の電話をかけた。1本目は松本巡査へ。まだ佐藤恵美の痕跡は見つかっていないが、捜索は続けているとのことだった。2本目は彼のオフィスへ。レベッカ、今日の私のスケジュールはすべてキャンセルだ。彼は秘書に指示した。家族の緊急事態だ。レベッカの驚愕した沈黙が、すべてを物語っていた。15年間、田中健氏が個人的な理由で仕事を休んだことは一度もなかった。朝食後、シャワーを浴びてきちんと服を着た検事は、百合を自宅のオフィスに案内した。君のお母さんを見つける手助けをする彼の口調は、彼のどの従業員が信じられるよりも優しかった。彼女について、もっと詳しく教えてくれるか。どこで働いているとか、一緒にいるかもしれない友達とか。百合の顔が曇った。お母さんはいろんな場所で働いています。家を掃除したり、時々レストランで、彼女はためらった。私たちは、よく引っ越しをしました。最後のアパートは黒カビがひどくて、大家さんが契約を解除させてくれたんですけど、次に住める場所が見つからなくて。検事は胸にチクリと痛みを感じた。この町で最も大きな不動産開発業者の一人として、彼は住宅市場が佐藤恵美のような人々をいかに追い詰めるかを正確に知っていた。親戚は、彼女がどこにいるか知っているかもしれない友達は、百合は首を横に振った。私たちだけです。お母さんは、私たち二人で十分だって言います。午前中のうちに、検事は時々ビジネスパートナーの身元調査を依頼する私立探偵、チェーンサラに電話をかけた。もし誰かが佐藤恵美を見つけられるとしたら、それはサラだろう。行方不明者の捜索ですか。あなたにしてはずらしいですねとサラは電話口で言った。とにかく見つけてくれ。検事はぶっきらぼうに答えたが、我に返って付け加えた。頼む。サラは1時間以内に到着した。鋭い目つきと無駄のない態度の小柄な女性だった。検事は彼女が状況を説明した時に不要な質問をせず、ただうなずいて恵美の最近の写真を要求したことを評価した。これしかない。検事は百合の日記にあった写真を見せた。サラはそれを研究し、それから自分のスマートフォンを取り出して画像を撮影した。まずは雇用記録、病院の入院記録、最近の逮捕記録から始めますと彼女は淡々と言った。5日間も娘の元に戻らないことを考えると、そのどれかである可能性が高いです。その率直さに検事はひるんだが、うなずいた。1時間ごとに報告してくれ。サラが捜索を開始している間、検事はより差し迫ったジレンマに直面していた。百合をどうするか。松本巡査から再び電話があり、育児放棄の証拠がない限り、特に百合が安全な場所にいる以上、児童相談所はまだ介入できないと説明された。子供の世話をする準備などできていない。検事は、リビングルームに戻りながら、紙を手で書き上げてつぶやいた。リビングでは、百合が彼の本棚から取り出した本を読んで座っていた。私は見守られる必要はありません。百合は顔を上げて言った。私は自分のことは自分でたくさんやります。お母さんは私のことを小さな大人って呼びます。その言葉に、検事の胸は痛みを伴って締め付けられた。9歳の子供が大人である必要などないはずだ。彼らのぎこちない共同生活は、検事の電話が鳴ったことで中断された。秘書のレベッカからだった。
田中さん、お邪魔して申し訳ありませんが、ウエストリッジの投資家たちが、今日の会議にあなた自身が出席しないなら、手を引くと脅しています。検事はため息をついた。ウエストリッジの案件は、10億もの価値があった。わかった。1時間後に行く。電話を切って、彼は百合に向き直った。少し仕事に行かなければならない。鈴木さんが一緒にいてくれる。百合は理解したようにうなずいたが、その瞳には、検事がよく知る恐怖のひらめきが宿っていた。置き去りにされることへの恐怖。戻ってくる彼は、気づけばそう約束していた。そして、一緒に夕食を食べよう。ウエストリッジの会議は、果てしなく長引いた。交渉の間中、検事の心は、彼の家で待っている小さな少女のことで頭がいっぱいだった。彼のビジネスパートナーであるリード・アレクサンダーが、百合の話を聞いた後、検事が急に慈善活動に興味を持ち始めたことについて、意地悪なコメントをしたとき、検事は自分でも驚くほどのひごまとな怒りの波を感じた。その、慈善ケースは、私が知っているほとんどの大人よりも尊厳を持っている、彼はそう言い放ち、役員会議室は驚きの沈黙に包まれた。午後遅くには、検事はウエストリッジの契約に署名し、過去10年で最も早い時間にオフィスを出て、家路についていた。途中、彼は衝動的にデパートに立ち寄り、子供服の袋と、店員が彼女の年齢の女の子に人気だと保証した象のぬいぐるみを持って出てきた。家に到着すると、キッチンテーブルで、書類に囲まれている百合を見つけた。これはなんだ、彼は買い物袋を下に置きながら尋ねた。宿題ですと百合は説明した。鈴木さんが私の学校に電話してくれて、私が休んでいた分の課題を送ってもらったんです。検事は、カウンターで夕食の準備をしながら、満足そうな笑みを浮かべて立っている家政婦に対して、感謝の念がこみ上げてきた。その夜、彼らが一緒に夕食を食べていると、百合の悪夢が、彼らが築き上げていた仮初めの平和を打ち砕いた。彼女の恐ろしい叫び声に、検事は彼女の部屋に駆けつけた。そこでは、彼女がシーツに絡まり、恐怖で目を見開いていた。お母さんは、もう帰ってこない百合は、検事がぎこちなく彼女のベッドの端に腰掛けると、おえつした。何か悪いことがあったんだわ。わかるの。考える間もなく、検事は手を伸ばし、彼女の髪を撫でた。私たちは彼女を見つけると彼は約束した。この町で一番優秀な人に、今、探してもらっている。百合の涙が収まると、彼女は彼の肩に寄りかかった。その単純な信頼の仕草が、彼を完全に打ちのめした。冷酷であることで評判を築いてきた田中健氏は、震える子供を、彼女が眠りに落ちるまで抱きしめながら、自分の慎重に構築された人生が、わずか24時間でいかに劇的に変わってしまったのか、不思議に思っていた。検事の携帯電話が、ちょうど彼が朝のコーヒーを入れている時に振動した。画面にチェーン・サラの名前が点滅する。見つけました、サラは前置きなしに言った。どこだ、検事は、鈴木さんと一緒に朝食を食べている百合がいるキッチンから離れて尋ねた。そこが、少し複雑なところでして、サラの普段は自信に満ちた声が、ためらいがちに聞こえた。直接お会いして、お一人でお話しする必要があります。1時間後、検事は都心にある自分のオフィスでサラと向かい合い、彼女が彼の前に置いたファイルを凝視していた。佐藤恵美は、実は花村恵美ですとサラは書類を指で叩きながら説明した。約9年前に名前を変えています。検事は凍りついた。その名前は、まるで物理的な打撃のように彼を襲った。花村恵美。ご存知の方ですね、サラは彼の反応を観察しながら言った。大学時代に、付き合っていた検事は静かに言った。忘れていたはずの記憶が、堰を切ったように溢れ出してくる。恵美の笑い声、教科書から彼を引き離して夕日を見に行こうとせがむ姿、卒業後に一緒に世界を旅しようという計画。それはもう20年も前のことだった。サラはうなずいた。それでいくつか説明がつきます。この年表をご覧ください。検事はページをめくった。事実が壊滅的な明確さでつながっていくにつれて、彼の心臓は激しく鼓動した。
ゆりの年齢を9歳と記載した出生証明書。ゆりが生まれた直後に変更された恵美の名前。そして、彼が2人の関係よりも自らのキャリアの野望を選んだ、20年前の別れのタイミング。君が言いたいのは、検事は文章を終えることができなかった。DNA 鑑定をすれば確定します、サラは優しく言った。しかし、タイミングから見て、ゆりちゃんがあなたの娘である可能性は非常に高いと考えられます。検事は突然立ち上がり、窓の方を向いた。彼の帝国である町のスカイラインが目の前に広がっていたが、それは突然、何の意味も持たないものに見えた。彼女は今、どこにいる？彼の声はかろうじて聞き取れるほどだった。県立総合病院ですとサラは答えた。5日前、建設現場での事故の後、意識不明で運び込まれました。身分証明書が見つからなかったため、身元不明者として入院しています。東方建設で、非正規の清掃員として働いていました。東方建設は、私の子会社の一つだ、と検事は空虚な声で言った。はい、サラは認めた。目撃者によると、彼女が現場事務所を清掃中に棚が崩れ落ちたとのことです。頭部外傷、内臓損傷。搬入以来、意識は戻っていません。検事は机の端を握りしめた。タイミングは、ゆりが母親が出かけたと言った時と正確に一致していた。恵美は娘を捨てたのではなかった。ゆりが公園のベンチで忠実に待ち続けている間、彼女は身元もわからぬまま病院のベッドに横たわっていたのだ。そしてその建設現場は、彼のものだった。ゆりちゃんは、そのことを彼は尋ねた。いいえ。まっすぐ、あなたのところへ来ました。検事は機械的にうなずき、心は激しく揺れ動いていた。まず、私が一人で恵美に会う必要がある。県立総合病院で、検事は看護師の後について殺風景な廊下を進み、突き当たりの病室へと向かった。中には、ベッドの上で微動だにせず横たわる女性がいた。20年間会っていなかったが、一目でわかった。恵美の顔は痩せこけ、長年の苦労が刻み込まれていたが、紛れもなく、かつて彼が愛した女性その人だった。彼女の黒髪は、今では若白髪が混じり、枕の上に広がっていた。様々な機械が彼女の状態を監視しており、その穏やかな電子音だけが部屋に響いていた。時々、上ごとで、ゆりとか、公園とかおっしゃるんですが、まだ完全には意識が戻らないんです、と看護師は説明した。検事はゆっくりとベッドに近づいた。衝撃、罪悪感、後悔、そしてそれよりもっと深く、名付けようのない感情が衝突し、彼を圧倒した。恵美、彼は囁き、彼女の力なく垂れた手を取った。検事だ。返事はなかった。ゆりを見つけた彼は目を詰まらせながら続けた。彼女は無事だ。君を待っていた。それでも、何も変わらない。検事はベッドの横の椅子に沈み込み、まだ恵美の手を握っていた。本当に、すまなかった、彼は囁いた。すべてのことについて。僕たちの間に起こったこと、そばにいられなかったこと。20年間の選択の重みが、彼にのしかかってきた。彼は愛よりも野心を選び、つながりよりも富を、家族よりも権力を選んだ。そして彼が帝国を築いている間、恵美は彼らの娘を、たった一人で育てていたのだ。彼らの娘。その現実が、新たな衝撃となって彼を襲った。彼には子供がいた。存在すら知らなかった娘が。病院を出るとき、武志の頭の中は一つの疑問で占められていた。ゆりに、何と伝えればいいのだろうか。検事は病院の外の車の中で座っていた。ハンドルを握る手が震えていた。かつて知っていた活気に満ちた女性とはあまりにも違う、意識不明で横たわる恵美の姿が、彼の心を離れなかった。彼は電話を取り、鈴木さんにかけた。ゆりの様子は、と彼は尋ねた。お元気ですよ、旦那様。今、一緒にクッキーを焼いています。本当に、特別な子ですね。検事は固唾を飲んだ。すぐ帰る。彼女の面倒を見てくれて、ありがとう。家に帰る前、検事はもう一箇所、
東方建設の本社に立ち寄った。彼は受付の制止を無視して、現場管理者である山本課長のオフィスに乗り込んだ。田中社長、お待ちしておりませんでした。山本は飛び上がった。5日前、東地区のプロジェクトで女性が負傷した。検事は、危険なほど落ち着いた声で遮った。花村恵美という女性だ。山本の顔が青ざめた。社長、建設現場では事故はつきものです。彼女は適切な書類を持たない清掃員として、明らかに安全基準に違反した建物で働いており、私の名前がついた建物でなと検事は続けた。清掃業務は下請け業者に委託しており、彼らが自社のスタッフを管理していますと山本は怒った。我々には責任は、私に責任がある。検事は彼を遮った。すべてだ。彼は自己報告書、雇用記録、安全点検履歴のすべてを要求した。書類を調べているうちに、もう一つ、心をかき乱す事実が浮かび上がった。彼女は、うちの本社にも応募していたのか。検事は、書類の束の中に恵美の応募書類を見つけて尋ねた。ここ数年、何度もと山本は緊張した面持ちで認めた。人事部が彼女の応募を却下しました。大卒資格なし、職歴も不安定でしたので。検事は吐き気を覚えた。彼が富を築いている間、恵美は彼自身の会社を通して彼に連絡を取ろうとしていたのに、彼が築き上げた企業官僚主義の壁によって、ことごとく拒絶されていたのだ。家路はぼんやりとしていた。検事の心は、彼が学んだすべてのことと、目前に迫った決断で駆け巡っていた。彼が指導に車を入れる頃には、夜が落ちていた。キッチンには、百合と鈴木さんがいて、空気はチョコレートチップクッキーの甘い香りで満たされていた。検事さん、百合は彼を見て顔を輝かせた。その純粋な喜びに、彼の心は締め付けられた。それは、恵美の瞳だった。なぜ、もっと早く気づかなかったのだろう。鈴木さん、ありがとう。あとは私がと検事は優しく言った。二人きりになると、検事は百合をリビングルームに座らせた。蜂が守るように彼女の足元に落ち着く。お母さんが見つかった。彼は優しく切り出した。百合の目が大きく見開かれた。どこにいるの？今すぐ会いに行ける。病院にいるんだ。検事は慎重に言葉を選んで説明した。仕事中に事故に遭ったんだ。だから、公園に戻ってこられなかったんだよ。百合の目に涙が浮かんだ。お母さん、大丈夫なの？お医者さんたちが、しっかり看病してくれている、と検事は保証したが、予後は依然として不透明だった。頭を打って、ずっと眠っているんだ。でも、明日、お見舞いに行けるよ。わざと私を置いて行ったんじゃないんだね。百合は小さな声で尋ねた。違う。検事はきっぱりと言った。お母さんは、決して君をわざと置いて行ったりしない。君のことを、とても愛している。百合はうなずき、9歳の子供にしては驚くべき落ち着きで、この情報を受け止めていた。もう一つのことは、検事は凍りついた。もう一つのことって。検事さんが帰ってきたとき、すごく悲しそうな顔をしていたことを百合は鋭く言った。何か、他にもあるんでしょう。検事はこの子を見つめた。自分の子供。彼女の直感力に驚かされた。しかし、すべてを話すことはできなかった。まだだ。恵美が回復して、彼女と話すまでは。彼自身が、このすべてをどういう意味を持つのか理解するまでは。ただの、大人の心配事だ。彼はついに言った。君が気にすることじゃない。その夜、百合が寝た後、検事は書斎に閉じこもり、ついに感情を解放した。何十年もの間、冷酷なビジネスマン、冷血な大物であった田中健氏は、初めて泣いた。彼が手にできたはずの人生と、永遠に失われた年月を悼んで。翌朝、検事が百合を恵美の病室へと導く病院の廊下は、果てしなく感じられた。彼はできる限り彼女に準備をさせた。機械のこと、チューブのこと、彼女が目にするであろう静けさについて説明したが、それでも彼の手に握られた百合の小さな手は震えていた。すぐには目を覚まさないかもしれない。検事は優しく念を押した。でも、
お医者さんたちは、私たちの声は聞こえるかもしれないって言っていたよ。ゆりは神妙にうなずいた。蜂のこととか、ケンジさんの大きなお家のこととか、一緒に作ったクッキーのこととか、全部話してあげる。病室に入ると、ゆりは一瞬ためらっただけで、ベッドに近づいた。ケンジは喉を締め付けられながら、彼女が母親の手を慎重に取るのを見守った。こんにちは、お母さん。ゆりの声は、ケンジが予想していたよりも強かった。私だよ。言われた通り、公園で待ってたんだ。そしたら、ケンジさんが私を見つけてくれたの。ハチっていう犬を飼っていて、その子が私のこと、大好きなんだ。ケンジは一歩下がり、ゆりが圧倒された場合に介入できる距離を保ちながら、二人にプライバシーを与えた。しかし、彼女は彼を驚かせた。子供らしい熱意と驚くべき成熟さをないまぜにしてエミに話しかけ、離れていた日々を、トラマではなく冒険を語るかのように説明した。お見舞いの後、車に戻る途中、ゆりはケンジが恐れていた質問をした。お母さん、私がケンジさんと一緒にいるって知ったら、怒るかな。ケンジは慎重に言葉を選んだ。いや、君が無事でいることに感謝するはずだ。お母さんと私はね、昔、知り合いだったんだ。そうなの。ゆりは興味深そうに彼を見上げた。お友達だったの。ケンジは言った。その言葉の不十分さが、二人の間に漂っていた。友達だったよ。その午後、感情的な病院訪問で疲れ果てたゆりが昼寝をしている間、ケンジは都心のオフィスで脳神経外科の部長と会っていた。花村恵美に、可能な限りの最高の治療を施してほしい。彼はそう述べ、机を滑らせて小切手を渡した。個室、専門医、彼女が必要とするものは何でも。医師は、病院への多額の寄付であるその小切手に目をやり、うなずいた。もちろんです、田中さん。失礼ですが、患者さんとのご関係は、ケンジはためらった。家族です。彼はついに言った。その言葉の真実が、彼の骨身に染みた。その夜、ゆりを寝かしつけた後、ケンジは考える時間が必要で、自分のオフィスビルに戻った。夜の役員室の空虚さは、彼が内面に感じる虚しさと一致していた。机の上には、チェーン・サラがまとめたファイルが置かれていた。過去10年間のエミの職歴。最低賃金の仕事の連続、立ち退き通知、支払い計画と記された医療費の請求書、そして彼らが次から次へと手頃なアパートに引っ越すにつれて頻繁になった、ゆりの転校を示す学校の記録。どのページも、生き残り、娘を養うために奮闘する女性の物語を語っていた。彼が理性を超えた富を蓄積している間。最悪の暴露は、その午後にケンジが建設現場の監督を直接問い詰めた時にやってきた。その男は、渋々と、コストを削減し、納期を守るために、安全規則が繰り返し無視されていたことを認めた。その納期とは、ケンジ自身が役員室から課したものであり、彼の利益の人的コストを一度も考慮したことはなかった。田中健氏は、冷酷なまでに効率的であること、すべてのプロジェクトから最後の一線まで絞り出すことで、自らの帝国を築き上げてきた。彼の成功の犠牲になった、花村恵美は、他に何人いたのだろうか。初めて、ケンジは自らの富を吟味し、それが空虚であることに気づいた。恵美のような、ゆりのような人々がそのために苦しむのであれば、町の半分を所有することに何の価値があるというのか。雨がオフィスの床から天井までの窓に打ちつける中、田中健氏は、20年間の選択の結果と一人で向き合い、ついに、恵美の事故だけでなく、彼らの子供を一人で育てながら彼女が耐えてきた苦難の人生に対する、自らの責任の全重量を感じることを許した。彼は何年も前に、愛よりも野心を選んだ。その選択の代償は今、恵美を生かし続ける病院の機会と、父親なしで育った小さな少女の真剣な瞳の中に、痛々しいほど明確に記されていた。ケンジは冷たいガラスに額を押し付け、涙でぼやける街の明かりを見つめた。その瞬間、彼は恵美とゆりの両方に、無言の誓いを立てた。次に何が起ころうとも、彼はそれを正しくすると。どうにかして、
彼はそれを正しくすると。どうして壁に絵を飾らないの？エミが見つかってから1週間が経ったある晩、ユリが尋ねた。彼らはケンジのホームオフィスにいて、ユリは彼が彼女のために用意した小さなテーブルで絵を描き、彼はラップトップで仕事をしていた。ケンジはラップトップから顔を上げ、その質問に驚いた。考えたこともなかったと彼は正直に答えた。お母さんは、よく引っ越ししなきゃいけない時でも、私の学校の写真は全部撮っておくの。ユリは絵に集中しながら続けた。思い出は、物よりも大切だっていうの。その素朴な知恵が、ケンジの胸を深くついた。彼の邸宅は高価なもので満たされていた。装飾家が選んだ美術品、快適さよりもステータスで選ばれた家具。しかし、思い出は一つもなかった。お母さんは正しいと彼は静かに言った。その夜遅く、ケンジはユリを連れて、日課となっている病院へのお見舞いに行った。エミの状態は変わらなかったが、医師たちは、ユリが彼女に話しかけている時に脳活動の増加が見られると記録していた。新しい絵を描いたのユリは母親にそう言って、ベッドサイドのテーブルに色鮮やかな絵を注意深く置いた。蜂と、私と、ケンジさんが公園にいるところ。お母さんが目を覚ましたら、私たちと一緒に住めるよ。ケンジさんのお家はすごく大きくて、お母さん自身の部屋ももらえるって言ってた。そんなことは言っていなかったケンジは、その過程を気にしない自分に気づいた。エミが回復したら、エミとユリが去っていくという考えが、静かな恐怖で彼を満たし始めていた。病院を出ると、ユリの小さな手が自然に彼の手の中に滑り込んだ。この1週間で、それはすっかりおなじみの仕草になっていた。わずか数日で、彼らは日課と儀式を築き上げていた。ケンジが今では短縮された勤務時間で仕事に行く前の朝食。午後の宿題の時間。夜の病院へのお見舞い。ケンジさん、駐車場を歩いていると、ユリが尋ねた。誰かを愛したことって、ある？その質問は彼を不意打ちにした。どうしてそんなことを聞くんだ？だって、あんなに大きなお家に一人で住んでるじゃない。寂しくないの？ケンジは彼女を車に乗せるのを手伝いながら、その時間を使って考えをまとめた。自分のビジネスを築くことに集中していたんだ。彼はついに、運転席に座りながら言った。そういうことに時間を割かなかったんだよ。お母さんは、誰にでも誰かが必要だって言うわ。ユリはことも投げに言った。たとえ、本当に自分のことを見てくれる人が一人だけでも。子供の口から出たまこと。ケンジは、再びユリの洞察力に打たれた。その夜、ユリが寝た後、ケンジはキッチンの椅子の上に置かれた彼女のバックパックに引き寄せられる自分に気づいた。以前ちらりと見た日記が、少しはみ出していた。彼はためらった。彼女のプライバシーを侵害すべきではないと分かっていたが、何かが見るように彼を駆り立てた。中には、ユリの子供らしい物語や絵だけでなく、大人の手による数ページも見つかった。娘の日記の間に散在する、エミの日記の記述。彼の目に自分の名前が止まり、彼は凍りついた。今日、経済新聞で田中健氏を見た。彼の会社がまた都心のビルを買収したらしい。彼は時々、あり得たかもしれない未来について考えることがあるのだろうか。もし、ユリのことを知ったら、今、彼にとって何か意味があるのだろうか。時々、彼女の中に彼を見る。彼女の顎の決意に満ちたライン、数字を扱う時の彼女の頭の働き方。彼のことを、彼女に話したことはない。何の意味があるというの？彼は遠い昔に、自分の選択をしたのだから。ケンジは日記を閉じた。彼の手は震えていた。エミは、娘が彼に似ていることに気づいていた。ユリの仕草や才能の中に、彼を見ていた。それでも、彼女は連絡を取らず、彼に子供がいることを告げなかった。娘の存在を9年間も知らされなかったことに、怒りを感じるべきだった。しかし、彼が感じたのは、深い悲しみと理解だけだった。エミが知っていた、そして最近まで彼自身がそうであった田中健氏は、彼の野心を邪魔する子供を歓迎しなかっただろう。彼は彼女を信じさえしただろうか、それとも、彼女が彼から金を引き出そうとしていると非難し、
彼女を遠ざけるために弁護士を雇っただろうか。その認識は痛みを伴ったが、正直なものだった。エミは、彼がそうであった男に対して、できる限りの最善の選択をしたのだ。問題は今、彼がこれからどのような男になることを選ぶかということだった。検事が公園でユリを見つけてから2週間が経っていた。2週間で、彼の身長に秩序立てられた人生は、認識できないほど、そして予期せず意味のあるものへと変貌していた。毎朝は今、朝食を囲むユリのおしゃべりで始まり、毎晩は、まだ意識のないエミに一日の出来事を話す病院訪問で終わっていた。検事は自分の全スケジュールを再調整し、これまで誰にも任せなかった責任を移譲し、彼が手配した家庭教師の元からユリを迎えに行くために、4時にはオフィスを出るようになっていた。かつては日常的に16時間労働をしていた企業の巨人は、今や9歳の子供の分数の宿題を手伝い、お休みの物語を読んで聞かせることに夜を費やしていた。田中さんエミの主治医であるパテル医師が、ユリが母親と二人きりの時間を過ごしている間、病院の廊下で座っていた検事に近づいてきた。少しお話よろしいでしょうか。検事は即座に、警戒して立ち上がった。何か変化が。勇気づけられる兆候が見られますとパテル医師は説明した。特に、あなた方がお見舞いに来ている間の反応が増加しています。花村さんは、特にお子さんの声に反応しているようです。それは、良い知らせですねと検事は慎重に言った。そうですが、彼女の無意識状態の期間について懸念しています。ボストンから専門医を呼び寄せたいのです。エレノア・チェン博士です。彼女は、外傷小脳損傷に対するいくつかの革新的なアプローチの先駆者です。そうしてくれ検事はためらうことなく言った。費用がいくらかかろうとも。パテル医師はうなずいた。もう一つあります。お見舞い中の脳活動を監視しているのですが、昨日、あなたが花村さんに本を読み聞かせているときに、顕著なスパイクが見られました。検事は、大学時代にエミが死を愛していたことを思い出し、お見舞い中に朗読をするようになっていた。昨日は、彼女のお気に入りだったエリザベス・バレット・ブラウニングを読んでいた。それは、どういう意味ですかと彼は尋ねた。彼女があなたの声、おそらくは内容さえも処理していることを示唆しています。意味のある、共有された思い出について話すことを続けるのが、助けになるかもしれません。ユリが病室から出てきたとき、検事は彼女を、今では病院訪問に同行するようになった鈴木さんと一緒にカフェテリアに行かせた。エミと二人きりになると、彼は椅子を彼女のベッドのそばに引き寄せた。お医者さんたちは、君には聞こえていると思っている。彼は優しく、彼女の手を取りながら言った。そうだといいんだが。君に言わなければならないことが、たくさんあるから。彼は一息つき、考えをまとめるのに苦労した。ユリのこと、知っている。彼女が、私が、彼女の父親だってことも。彼の声はわずかに震えた。彼女は、素晴らしい子だ、エミ。君は、すべてにもかかわらず、彼女を育てるという素晴らしい仕事をした。私にもかかわらず。検事は、気づけばエミにすべてを話していた。彼らの過去に対する後悔、彼の会社が成り果てたものに対する恥、そして彼らの娘に対する募る愛。言葉は、彼がこれまで決して自分に許さなかった方法で、ろ過されずに、生のまま彼から流れ出た。許しを期待しているわけじゃない彼は締めくくった。でも、君が許してくれるなら、これからは、君たち二人の面倒を見るつもりだということを知ってほしい。彼が立ち去ろうとしたとき、指先にわずかな圧力を感じた。見下ろすと、エミの手が彼の手の中でピクリと動いていた。エミ、彼は囁いた。彼女のまぶたは震えたが、開かなかった。検事は必死でナースコールを押した。数秒もしないうちに、パテル医師と看護師のチームが駆け込んできた。その後3日間、エミが意識回復の兆候を増していく中、検事はほとんど病院を離れなかった。ボストンからチェン博士が到着し、新しい治療プロトコルを実施した。変化を察知したユリは、興奮と不安の両方を感じ、検事が誠実に答えようと最善を尽くす、果てしない質問をした。お母さん、
私のこと覚えてるかな。3日目の夜、ケンジがエミの部屋の近くに手配した病院のスイートルームで彼女を寝かしつけながら、ユリは尋ねた。もちろん、覚えているさ。ケンジは保証したが、医師たちは記憶障害の可能性があると警告していた。君は忘れられない存在だからな。ユリは真剣に彼を見つめた。私がケンジさんと一緒にいたこと、怒らないかな。ケンジはためらった。彼はまだユリに、彼女の出自について話していなかった。その会話には、エミが加わるべきだと感じていたからだ。お母さんは、君にとって一番良いことを望んでいる。君が無事だったことを、喜ぶはずだ。突破口は、静かな火曜日の朝に訪れた。ケンジはユリの日記を病院に持ってきて、エミの言葉が、彼の言葉では届かない方法で彼女に届くかもしれないと期待して、エミの記述を朗読していた。今日、ユリの最初の歯が抜けたと彼は読んだ。彼女はとても誇らしげで、コインランドリーで会う人みんなに見せて回っていた。歯の妖精さんにお金をあげる余裕はなかったけど、あなたの笑顔がとても美しいから、歯の妖精さんが私への贈り物として置いていったのよ、という手紙を残した。彼女はそれを完全に信じていた。ケンジ。その囁きはあまりにもかすかで、彼はほとんど聞き逃すところだった。ケンジは日記から顔を上げると、エミの目が開いているのを見つけた。混乱しているが、紛れもなく意識があった。エミ、彼は、信じられないという気持ちで、かろうじて息をした。目が覚めたんだな。彼女の視線は矢をさまよった。ユリ、彼女は、使っていなかったためにかすれた声で尋ねた。無事だ。ここにいる。すぐそこの廊下にケンジはすぐに保証し、ナースコールを押した。公園で、君を待っている彼女を見つけたんだ。エミの表情が混乱し、そして徐々に理解へと変わっていった。事故、どれくらい？もうすぐ3週間だ、ケンジは優しく答えた。意識がなかったんだよ。彼女の目に涙が浮かんだ。ユリは、3週間も一人で。違う。ケンジはきっぱりと、彼女の手を取りながら言った。彼女は、私の家に、私と一緒にいた。私が、彼女の面倒を見ていたんだ。エミの目が、完全な認識が戻るにつれて、大きく見開かれた。田中、ケンジ。彼が何かを答える前に、医療チームが駆け込んできて、ケンジは後ろに下がらざるを得なかった。彼らがエミを診察している間、彼はその時間を使って鈴木さんにメッセージを送り、すぐにユリを連れてくるように頼んだ。20分後、医師たちが初期評価を終える頃、ユリが部屋に飛び込んできたが、母親が目を覚まし、枕にもたれて少し起き上がっている姿を見て、ぴたりと足を止めた。お母さん、彼女は、あまり大きな声で話すと魔法が解けてしまうのではないかと恐れるかのように、囁いた。ユリ、エミの声は震え、彼女は腕を広げた。ユリは部屋を横切り、母親の腕の中に飛び込んだ。ケンジは一歩下がり、二人の再会にプライバシーを与えた。ユリがエミの肩でおえつするのを見ながら、彼自身の目も濡れていた。後になって、ユリが母親のそばで丸くなって眠ってしまった後、エミの目が、娘の頭越しにケンジの目とあった。どうやって、彼女を見つけたの？エミは静かに尋ねた。全くの偶然だとケンジは認めた。公園で犬の散歩をしていたんだ。彼女は、ベンチで眠っていた。エミは一瞬目を閉じ、痛みがその顔をよぎった。私は、遊び場のそばで待っているように言ったの。すぐに戻るからって。給料を受け取って、アパートを見に行くつもりだった。彼女の声は途切れた。彼女を置き去りにするつもりなんて、なかった。わかっている。ケンジは優しく言った。君のせいじゃない。エミは彼を観察し、20年がもたらした変化を受け止めていた。知っているのね、ユリのこと。ケンジはうなずいた。君を見つけるために、私立探偵を雇ったんだ。彼女が君の名前の変更、すべてのタイミングを突き止めた。彼はためらった。どうして、私に言わなかったんだ、エミ。エミの視線は、眠っている娘に落ちた。何か意味があったかしら、彼女は静かに尋ねた。あなたは、私の元を去った時、
自分の優先順位が何であるかを、とても明確にしたわ。彼女の言葉の単純な真実が胸に突き刺さったが、ケンジはそれを否定できなかった。私が間違っていた。彼は、重要なすべてのことについて、と素朴に言った。複雑な感情が、エミの顔をよぎった。痛み、疑い、そしてケンジにはまだ特定できない何か。どちらかが再び話す前に、看護師がエミのバイタルサインをチェックするために入ってきて、20年の隔たりを埋め始めようとしたまさにその時に、彼らの会話は終わった。医師たちは、慎重な経過観察のため、エミをもうしばらく入院させることにした。その間、ケンジとエミは、20年という沈黙を破り、初めて本当の意味で語り合った。エミは、ケンジと別れた後に妊娠が分かったこと、彼に連絡を取ろうとしても秘書に阻まれたこと、そして女手一つで子供を育てることの困難さを静かに語った。ケンジは、若さゆえの野心と利己主義が引き起こした痛みを認め、ただただ後悔の念を口にするだけだった。この繊細な再会は、週刊誌のスクープによって突然破られた。億万長者、失われた娘と涙の再会という見出しが紙面を飾った。しかし、かつてのケンジとは違い、彼は隠れなかった。娘の存在を認める声明を発表し、この機会を利用して、困難な状況にある一人親を支援するための花村財団の設立を宣言した。メディアの嵐が少し収まった頃、彼らは病室で、ユリに真実を告げる決心をした。ユリとケンジが切り出す。お母さんと私は、君が生まれるずっと前に知り合いだったんだ。ユリの賢い瞳が、二人の間を行き来する。じゃあ、私の本当のお父さんは、ケンジさんなのと彼女はまっすぐに尋ねた。ケンジは喉の詰まりをこらえ、うなずいた。ユリは一瞬考え込み、そして子供らしい結論に達した。だからハチは、すぐに私のことが好きになったんだ。私たちが家族だって、分かってたんだね。エミが退院すると、3人はケンジの邸宅で暮らし始めた。しかし、9年間たった一人で戦ってきたエミにとって、何不自由ない豪華な生活は居心地の悪いものだった。ある夜、彼女は言った。ケンジさん、ここにずっとはいられない。私は、自分の足で立たないと。二人の間の緊張を解いたのは、すべてを聞いていたユリだった。彼女は、家族の契約書と名付けた一枚の紙を差し出した。そこには、エミとユリが敷地内のゲストハウスに住み、独立を保ちながらも家族として近くにいる、という解決策が書かれていた。1年後、すべては変わっていた。ゲストハウスでの生活は徐々に形式だけのものとなり、家族はほとんどの時間を母屋で共に過ごすようになっていた。エミは花村財団の代表として、自らの経験を生かして多くの家族を救っていた。ケンジの会社もまた、利益追求だけでなく、従業員の幸福と社会貢献を重視する企業へと生まれ変わっていた。すべてが始まった、あの雪の夜から1年。ケンジは家族を桜ヶ丘公園へ連れて行った。ユリが年老いた蜂と雪の中で遊ぶ間、ケンジとエミはあのベンチに腰掛けた。ケンジはポケットから小さな箱を取り出す。このベンチで、迷子の子供を救ったと思ったと彼は言った。でも本当は、救われたのは私の方だった。エミ、結婚してほしい。君とユリのいないこれからの人生なんて、考えられないんだ。エミの瞳は涙で潤み、はいと囁いた。その声を聞きつけ、駆け寄ってきたユリは、指にはめられた指輪を見て歓声を上げた。かつて冷たく空虚だった屋敷は、今や笑い声で満ちている。暗闇の中の孤独なベンチは、希望と新たな始まりの象徴となった。ケンジは、片手に婚約者を、もう片方の手に娘の手を握りしめ、人生における本当の豊かさを、ついに見つけ出していた。